皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナの情勢解説。地上波のテレビ放送では細かいことについてはもう放送されなくなっているので、このチャンネルの動画でぜひとも情報を更新していってください。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、アメリカからウクライナに供与されたエイタクムスミサイルの猛威。ロシア軍の対空兵器 S400 にとっては天敵となっています。2、粛清進むロシア軍。高官の逮捕が続いていますが、また新たな逮捕者が出ています。今度は参謀本部次長です。そして最後にアメリカ共和党の手のひら返し、供与兵器によるロシア本国攻撃をジョンソン下院議長が支持すると報道陣に語りました。まず最初にウクライナ軍に供与されたエイタクスミサイルの戦果報告を取り上げます。今回攻撃が行われたのは東部ドネツク州です。この地域の広域防空を担っていたS400 に対して攻撃を行っています。こちらが攻撃時の映像。自分たちが攻撃されるであろうことを予期していなかったのか、開けた場所に部隊が展開されています。そして映像が残っていることからもわかるように、ウクライナ軍の偵察ドローンが位置を完全に把握し、攻撃目標を指示することができています。ロシア軍は飛来するミサイルに気づいたのか、対空ミサイルを撃ち放ってこれを迎撃しようとしますが失敗しました。着弾したエイタクムスミサイルはクラスター弾頭型で大量の小爆弾を周囲に飛散させ、それに伴って大爆発が発生。S400 の発射装置やレーダーなど主要部分について完全に破壊されました。焼け落ちた後の写真がこちら。対空兵器 S400 はロシア軍にとって現在主力の防空兵器であり、ロシア側は西側の防空兵器よりも優れたものだと宣伝していました。エイタクムスミサイルを迎撃できないというのはかなり致命的な能力不足だと言えるでしょう。そしてドネツク州の S400 が破壊されたことにより、そこには防空網に穴が開くこととなります。そこをついてさらに遠方に対する攻撃が行われています。遠方への攻撃はミサイルではなく、速度は遅いものの距離の稼げる大型の突撃ドローンが用いられています。攻撃目標はアルマビルにある弾道ミサイル早期警戒レーダーです。こちらが攻撃が着弾したとされる現地の写真です。今回エイタクムスミサイルが使用されたのは東部戦線だったわけですが、同時にクリミア半島に対しても追撃として何発も撃ち込んだという報告が上がっています。ただしこちらの方はどのような戦果を上げたかについては映像資料などが合わせて発表されていないので、それらの情報が出てから取り上げようと思います。そしてエイタクムスミサイルはロシア側にしてみればあんな古いもの、あんなポンコツなものは役に立たないといったようなことを言っていたわけですが、現実にはそのポンコツにやられているロシア軍なので、正当な評価ではなかったということを自ら証明していると言えるでしょう。ただ同時にここには一つ問題があって、クリミア半島に対して使うにしても、東部戦線で使うにしても、ウクライナがある程度規制を受け入れた形で使用しているように見えます。というのも、北部戦線ハルキウ州に対する攻撃においては、ロシア本国領からわらわらと歩兵が越境攻撃をしてくるといったものをウクライナ軍は見ており、クラスター弾頭タイプはこうした歩兵に対する面制圧というものに非常に優れた威力を示しますから、そちらの方で使えなくなっているというのは問題でしょう。これについて少しアメリカ政治の状況の変化もあるので、最後の方で解説しようと思います。そして、ドネツク州の S400 を打ち破った後に早期警戒管制レーダーを破壊しようとしたということについては、少し解説を別の角度からしておく必要があるでしょう。弾道ミサイルに対する早期警戒レーダーといえば、ウクライナ軍のミサイルを探知するためのものだろうなと思われるかもしれませんが、そうではありません。この弾道ミサイルというのは、いわゆる大陸間弾道ミサイル ICBM、核弾頭を搭載したようなミサイルを検知するようなもので、ウクライナの戦場におけるミサイルを検知しようというわけではありません。例えば、アメリカが ICBM を撃ち込んでくるとすれば、それをしっかりと捉えなければなりません。つまりソ連時代の名残で現在も稼働しているレーダーであり、今回の戦争そのものにはあまり影響を与えるものではないでしょう。しかし、現在のプーチン大統領がたびたび核戦力を脅しとして使っているように、自分たちの守りもまた核ミサイルに対しては厳重に整備をしておかなければなりません。ですから今回のような攻撃を行うことによって必ずのようにそこには修復費用がかかりますし、人手もかけなければなりません。お金は無限にあるわけではありませんから、価値の高い
攻撃目標であれば、たとえそれが現在の戦況に直接関係しなくとも攻撃する意味があるとウクライナ軍は判断したのでしょう。こういった攻撃の場合、施設を破壊するだけではなく、そこで働く専門的な兵士たちも失うことがロシアにとっては痛手となります。続いて、ロシア軍で進められている高官の粛清について、クレムリンはロシア軍の高官を排除するための協調的な取り組みを進めており、この取り組みをウクライナでの戦闘を指揮する高官にまで拡大している可能性が高い。ロシア総裁委員会は5月23日、ロシアの参謀総長代理で通信本部長のバディム・シャマリン中将とロシア国防省国家調達部長のウラジミール・ベルテルツキーの逮捕を発表した。左がシャマリン中将の写真。シャマリン中将は少なくとも約6000万円の賄賂を受け取ったとして告発されており、ロシアの通信業界の被告2人が彼に対して証言することに同意している。ベルテルツキーは汚職と損害総額約1億2000万円の多額の賄賂を受け取ったとして告発されている。4月24日のロシア国防副大臣キミール・イワノフの逮捕以来、ロシア国防省の高官及び元軍司令官5人が汚職容疑で逮捕されており、ロシアの内部情報筋は以前、元国防大臣セルゲイ・ショイグの国防省からの解任に続いて、さらに6人の国防省高官が辞任する予定であると主張していた。戦争研究所が最近報告したように、クレムリンは国防省から失脚した特定の人物を追い出す本当の理由を隠すために汚職容疑という見せかけを使っている可能性が高い。なお、未確認情報ながら、ロシア国防省が第20統合軍旧西部軍管区の司令官クラブ・アフメドフ中将を解任したと主張するロシアの軍事ブロガーがおり、ロシア軍の交換処分が続く可能性が示されている。ロシアの内部のプロパガンダによれば、現在のウクライナの戦場における特別軍事作戦は順調に進んでおり、それに伴って責任を取らせるといったことができません。うまくいっているんだから失敗しているんだという形での責任を取らせることはできないわけです。ですから、現在軍高官が逮捕されたりしているのは、そうした責任を取らせる口実として、これまでは見過ごしていた汚職問題などを理由としているわけです。また、プロパガンダで戦争がうまくいっているということを言い続けることによって、軍内部における特定の人物に対する影響力が高まることをプーチン大統領は警戒していると言われています。だからこそ、ショイグ国防相のその周りの人物が次々と逮捕され、そして彼自身も別の職名についています。彼自身は別に更迭はされてはいませんが、彼の手足となるような人物を次々と追い出すことによって、彼の影響力を削いでいるのでしょう。また、現在戦争が長期化するのに伴って、国防大臣には経済学者が充てられています。これはお金の使い方をより厳密にしなければ、いくら大量にお金をつぎ込んでも次々と装備品などに回るまでの間に、軍関係者がそれぞれ自分のポケットにお金を入れていたのでは、いくらあっても話はうまく進みません。そういった面でも、現状の腐敗大国ロシアとしての改善に取り組まざるを得なくなっている状況があるのでしょう。これまでは軍であろうと行政であろうと高官の人たちが私腹を肥やすのは、いわば役得として黙認されていた面があり、彼らにとってはそれは既得権益であり、プーチン大統領の政権を支える一つの理由ともなっていました。なお、プーチン大統領も、大統領自身の給与は低く抑えることによって、自分は製品な大統領であると主張しています。しかし現実にはそのような給料では絶対に買えないような、宮殿のような別荘を各地に持ち、軍艦かのような巨大なクルーザーなども保有し、腐敗大国の指導者らしさといったものを見せています。最後に、アメリカ共和党のウクライナ支援に対する手のひら返しについて解説しておきましょう。現在、ウクライナの戦場、その地上戦においては、砲弾不足といったものが大きく影響して、ウクライナ軍は苦境に立っています。昨年後半から今年の春先まで、ずっとアメリカによるウクライナ支援は予算が共和党に阻止されており、その間支援が止まったことにより、各地で慢性的な弾薬不足からロシア軍の動きを抑えることが難しい状況が続いていたわけです。ここ最近になってようやく共和党が支援予算に賛成することによって弾薬類の普及などが進み、今回の動画の冒頭でも取り上げたようなATACMSミサイルの活躍が続いています。そしてここに来て予算案の採択をしなかった、まさに阻止していた張本人である下院議長のジョンソン氏が供与兵器をウクライナが使う際に
ロシア本国領に対する使用もアメリカは支持すべきだといったような話をし始めました。これはこれまでウクライナ支援を阻止し続けてきた共和党の立場からはかなり雰囲気の異なる発言であり、注目していくべきでしょう。ただしこのような発言の背景には、アメリカでは大統領選挙が近づくことによりウクライナ支援をするといったことが外交政策としては国民の支持を得られやすい政策ですから、そちらの方に寄せてきた面があります。共和党自身もこれまでウクライナ支援については一番最初の段階においてはバイデン政権のウクライナ支援は量が少ない、質も十分ではない、もっと大量の兵器をウクライナに供与してさっさとロシア軍を打ち倒すべきだといったものから、その後にはウクライナ支援のお金は全くの無駄遣いであり、国民の税金を無駄遣いするバイデンは無能者だといったような非難を行い、そしてウクライナ支援の予算案をストップさせることを党の行動としてきました。そのような変遷があって、今度は大統領選挙が近づくことによってまたウクライナ支援に前向きになっているというわけです。この背景には、大統領選挙に勝とうと思った場合においては共和党の支持者だけではなくアメリカ国民全体のいわゆる不動票に対しても働きかける必要があります。そしてアメリカの国民世論としてはウクライナ支援をすべきだという人が過半数ですから、これらの票を取りに行かなければならないという事情があるのです。なお、こうした共和党のウクライナ支援の姿勢といったものが影響してアメリカが行っているロシアの凍結資産の活用方法についても前進が見られています。それはアメリカが抑えた凍結資産いっそ没収してはどうだろうかという話し合いです。現在ヨーロッパは凍結資産の利子部分に税 100% をかけて完全にこれを徴収しウクライナ支援に回すということを決定しています。年間で5000億円から8000億円程度が確保できるだろうと言われています。一方でアメリカの方はそうした利子だけではウクライナ支援のお金十分に賄うには足りないとして資産そのものを没収したらどうかという話をしているわけです。没収する場合だとアメリカの国民もヨーロッパの人々も納めた税金からウクライナ支援のお金を出さなくても1年2年は全部没収したお金で賄えるといったわけなので、そちらの方がより魅力的だというわけです。ただこちらの場合だとロシアの反感が強すぎて危険だというような話もありますから、ヨーロッパの方は慎重です。ちなみに日本もロシアの資産を凍結しており、 G7 ではこの凍結資産の扱いについては必ず話し合いの議題に上がってくるはずです。すでにヨーロッパが凍結資産の利子部分はウクライナに支援すると決定しているわけですから、これを最低ラインとして日本も必ずこの話には乗ってほしいと思います。日本国内にもウクライナ支援をするのに日本の税金を使うなといったような話をする人たちもいるわけなので、凍結資産からがっつりお金を取って支援に回せば他国に軍事侵略することの代償といったものがどのようなものになるかを示すことができるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、これからも情報の更新にお役立てください。そして動画が見合った方は評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、またスーパーチャットもぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。